はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのは東京丸い LCP2 固定スライドガスガンになります。固定スライドガスガンについては正直言ってあんまり購入対象ではなかったんですね。ただ私は小さいハンドガンが好きなので、東京丸いの固定スライドガスガンシリーズも、形状が少し気になってはいました。特に LCP2 の形状には興味を持ってまして、ちょっと実情について調べてみました。LCP2 はアメリカのスタームルガー社が出している超小型のセルフディフェンス用ハンドガンで、初代の LCP から外観やトリガープルの軽量化、あと最終段発射後のスライドストップ化などを改良した第2世代モデルのようです。ちなみに LCP とはライトウェイトコンパクトピストルの頭文字になります。ご存知だと思いますけれども、ドイツのルガーとこちらのルガーとの間に関係性はないようです。個人的な理由で夜にですね、部屋打ちで遊ぶことができる、静音タイプのガスガンとして、この LCP2 をですね試してみたく思っていたところに、某ショップでですね5000円台の特価でちょっと販売されてて、思わずですねこれも衝動買いしてしまいました。今更 LCP2 のレビューなどたくさんの方がもう実施しているので需要はないと思いますけれども、私なりの外観の感想や打ち味などの感じた点や、私なりの要望などもお伝えできればなというふうに思います。手にした印象ですけれども、予想はしていましたが手に取ると非常に小さいですね。重量は約 270g です。本当に手のひらサイズですね。この私の保有している一番小さい銃としてワルサ PPK があるんですけれど、こちらと比較してもですね一回り小さい感じはします。外観はマットブラックで四角い形状なのが印象的です。ここは LCP と大きく違いますね。よく見るとスライドとフレームの色合いが違うのも印象的です。あとスタームルガー社っぽいですねロゴも印象的ですね。それでは各部見ていきたいと思います。このモデルは380オットのマズル形状になります。よく見るとですねバレルにはライフリングが施されていますね。あと銃口近くまで真鍮のインナーバレルが来ています。これリコイルスプリングガイドのところですね、こちらに六角ネジがあって、このネジを外すとスライドを外すことができます。フロントリアサイドともにスライド一体型ですね。両サイドとも反射防止のセレクションが施されています。スライド前方と後方にですねセレクションがあります。スライドにはですねラメの粒子が入っているような感じがして少し光ってるのが分かりますかね。これは金属感を出していって良いと思います。スライド右側には LCP2 の刻印があります。フレーム左側にはコンパクトキャリーガスガンシリーズの刻印が入っています。大人の事情だと思いますが、全体的にこのルガーの文字はないですね。実銃はここのところがですねルガーなんとかとの刻印が入っているかと思います。トリガーにはトリガーセーフティーがあります。スライドストップはこちらセーフティーになっていて、上に動かすとですねセーフティーがかかります。グリップの前後、あと左右ですね、こちらは脂肪加工が施されています。マガジンバンパーにはですねフィンガーレストがついていますが、非常に私手小さいんですけれども、そんな私でもですねやっと小指がかかるくらいの小ささになります。グリップパネルには、ルガー風のですね東京丸いオリジナルの刻印があります。マガジンキャッチは非常に小さいタイプですね。右側の刻印はこの通りになります。シリアルナンバーや ASGK、あと東京丸いの刻印が入っています。
チャンバーにはですね380オートの刻印が入っています。このチャンバーはスライドと一体型ですね。マガジンの相談数は10発です。ちなみに実銃は380オートで6発相談になります。こちらこの前面のフォロバーを下げてですね、ここに溝があるのでここから BB 弾を入れる形状になっています。通常分解ではないかもしれないですが、一応スライドをちょっと外してみます。マガジンは抜いておきます。このリコイルスプリングガイドの場所にですね、これ 1.5mm の六角ネジがあるので、そちらをちょっと外していきます。はい、外れました。ただスライドを少し前にずらすとこの通りスライドが上に外せます。これがインナーバレルですね。これはホップですね。ホップ調整はないので固定ホップですね。ちょっとこれ以上は触らないでおきます。全体の感想になりますけれども、この小ささは非常にいいですよね。また手に取ってみたら見た目も非常にかっこよく感じました。マットブラックの色合いも良いですし、スライドの少し金属感を醸し出した仕上げも良いと思います。グリップも脂肪加工が施されていてグリップ力も高いですし、何せ細身なのが嬉しいですね。私のように手の小さな車種にとっては非常に打ちやすく感じました。実車ですが、ブローバックがないのとトリガープルが重くないので、非常に実車はしやすいと思います。命中精度も近距離で委託した状態で撃ってみましたが非常にまとまっていると思います。意外だったのはマガジンを相当温めると発射音も意外と大きかったですね。欲を言えばですね、ルガーの刻印もあったらよかったかなと思います。丸井さんこの銃だけではないんですが、正式ライセンス取得によるリアル刻印も方向性として検討してもらえないですかね。もちろんガス風呂好きな私はぜひブローバックしてほしい気持ちはあります。丸井さんの技術があればできると思いますが、言うのは簡単ですね。ターゲット層として少ないと思いますが、部屋打ち実銃執行向けにぜひ今の点検討してもらえると嬉しいですね。軽量で小さく高い命中精度のこの LCP2 はサバゲーなどでサードウェポン用として保持するにも非常に良いと思いました。ちょっと私はサバゲーしないんですけれども、私のような部屋打ちにとっては比較的音の小さいガスエアガンとして楽しみたいと思います。今後ですね、オプティクスレディ使用化など命中精度をさらに高めるカスタムや、あとスレデとバレル化してですね、サイレンサー装着など、見た目のカスタムを検討してみたいなというふうに思っています。それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。